はい、大ちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いやー、大ちゃん、はい。もう春ですね。春ですね。はい、いよいよ春になってきましたけれども、ありがとうございました。はい。大ちゃん、林業ってなんか季節がやっぱ四季があるじゃないですか。はいはい。外で仕事しますからね。いろんな季節でやっぱりその杉ちゃんたちもこう生きてますから、それぞれの季節に応じた作業とかっていうのがあると思うんですよ。あります。はい。はい、この林業において春にやる作業っていうのってどういうのがあったりするんですか？春の作業ははい、まずこれ今してるんですけど、はい、春までにこれは穂を取ってきてこういうふうにはいはい差し付けするような感じです。あ、そうなんですね。春までにですね、はいはい、春になると今度はあれですか、やっぱり根が伸びてきたりとかで、水の4月だいたい10日とか過ぎると割れるらしいんですよ。あ、そうなんですね。それまでにバタバタ終わらせないといけないですね。やっぱあるんですね、そういったものがね。はいはい、であと山やとこういうだいたい3月とか4月ぐらいから、はい、差し付け山で植林するような始まってきますね。そういうことなんですね。はいはい、やっぱ植物ってその差し付けっていうか、はい、植えるみたいなのにこう適した季節っていうのがあるんですかね。そうですね。これが一応コンテナ内なんですけど、コンテナ内はそこまで真冬とか真夏は避けた方がいいんですけど、はい、あまりその他はあまり気にしなくていいんですけど、はい、こういうコンテナじゃなくて裸ないといってもうないだけです。こうちょっとこう根が生えただけのやつは、春というか4月5月6月ぐらいまでがだいたいそんぐらいで植えないと。あとはなかなかですね、梅雨やったり真夏今暑いじゃないですか。そうですね、やたら暑いですよね。でやっぱそれ枯れたりするんで。やっぱあるんですね。じゃあ植え付けは春から始めるってこと？植え付けは春からだいたいね、寒い季節を越してから。そういうことね。だけど12月とか1月ぐらいまで。で1、2、3分けるみたいな感じ。そうだよね。この苗もね冬を越したんだよね。そういうことですね。2回越しとく。そうですね。2年超えた子たちはやっぱ立派だね。奥の子たち。そうですね。奥の子たちはすごい大きいですね。でもやっぱこの苗もそうだけど、やっぱ冬になると色が変わるよね。次の木と同じように。すごいなと思う。2月終わりで暖かくなってきたけど。でまたね青くなってきたもんね。そうですね。いやすごかったんですよ。めちゃちゃ枯れたんかなっていうぐらい抹茶やったけど枯れたんかな。また緑くなってきたよね。そういうのがやっぱあるんですね。これは今年デビューです。でももうね根もね回ってきてるんだよね。でも回ってる、去年からずっと回ってるね。すごい。じゃあこれはもう植え付けできるないってこと？去年からね。そういうことですね。今お話ししたのは植える方向の話じゃないですか。他は何かあるんですか？伐採する方とか。伐採する方はいや基本もう年中一緒ですね。あ、一緒なんですね。今現場がクスは雪が多いんで、一昨年雪でできなかったんで、そういうのがあって今はあんま雪が降らん木と、福岡の方に山の方に行ってます。あ、そうなんですね。2箇所。大変ですね。あっち行ったりこっち行ったり。ちょっと遠いよね、やっぱね。でもそうですね。クスが雪が降るとやっぱ現場が止まっちゃうっていうのがあるので。まあそうですね。まあ大分でも一番こう雪というかですね。やっぱり一番厳しいところらへんではありますからね。でも今年はなんとやったんで。あんまりね雪はそんなに降ってないような気がする。そうなんですね。でもこっちは雨でもやっぱ山の方はね雪だったりとかがあったりする。まあそうですよね。暖冬だったんですね。あんまり降らないとね。じゃあ気温もあんまり下がらなかったんですか？気温は寒かったです。あ、そうなんですね。雪があんまり降らなかったっていうのがあ、そういう感じですね。クスって毎年ね最低気温がマイナス10度ぐらいまで行くようなところですけど、北海道と変わんないですもんね。だってめっちゃ寒い。寒いですよね。寒いですね。じゃあ抜刀する方はあんまり変わんないんですね。あんまり変わらないです。やっぱこっちの植え付ける方が始まるっていうか、ということですね。で大ちゃんですよ。大ちゃんといえばですね、もう一つやってることがあると思うんですけど、しいたけどんな感じなんですか？しいたけも駒打ち、うちは駒打ち作業始まってきます。もしかしたらあそこにある
このクヌギははいはい、駒打ちをするためのそうです。何センチ？90センチ？長さが90センチ。90センチですね。太さは関係ない。またポン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 穴開けて、あ、そう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 。いや機械もすごいですよね。はい。これまだはい。まだ山にいっぱいあるんで、本当あるんですけど。あ、そうなんですね。はい、いやクヌギですからね、やっぱ重いでしょうしね、これね。ですよね。重たい。椎茸屋さん大変だよね、この時期ね。大変。そうですよね。腰痛い。ちっちゃい時から手伝ってたんでしょ、小学校の時とか。これちなみに、大ちゃん、はい、椎茸は今駒打ちをしてまた生えてくるわけですけれども、はい、だいたいこの春に生える椎茸、春子さん、何月頃食べ頃になるんでしょうか。今日はどんぐらいかな、4月とかですかね。4月。はい。で、暖かくなってきた、本格的に暖かくなってきたら出てくるんで。はいはい。やっぱあれですよね、多分また最低気温が何度以上上回るとかがあるんですよね。あ、寒暖差で出てくるってこと。寒暖差で出てきて、でまたマイナスとかなると、はい、育ちきらんからまた大変ですね。そうそうそう。はい、今年はどうなるでしょうね。芽はもうちょこちょこ出てるんですよ。あ、そうなんですか。山に広げてるやつは。はい、春子さんが美味しいって言ったもんね。春子さんが美味しい。肉厚やしだから。豊作だったらいいですね。豊作だったらいいですね。うちの子大好きなんで。椎茸ね、取りに行きようもんね。また美味しいですからね。やっぱね、肉厚でね。いっぱい取れたら保育園とかにも。あ、そうそう、持ってたね、一回ね。みんなで喜んでくれてたね。まあ食育ってやつですね。そうですね。なんか大きい椎茸とか見るとこう子供たちはすごいってやっぱなるみたいで。へえ。まあ大人が見てもわすごいってなりますからね。なかなか買うと大変な高さだったりしますからね。私金賞であんまり大きいっていう椎茸あんま見たことなかったんですよ。こう並んでるスーパーに並んでるのとかですね。でもやっぱこっちに来て原木の椎茸見てなんかジャンボみたいな、大きい私の顔ぐらいあるんじゃないかなみたいなとか見たりあったりするんですごいなと思う。そうですね。いや大ちゃん、春に向けてやることいっぱいですね。いっぱいですね。風強いですね。急に強くなってきましたね。風が。他になんか春の作業って何かあったりします？他に春なんかあるかな。例えばですよ、重機に入れるオイルの粘度が変わるとか、なんかそういうのあったりするんですか？とかチェーンソーオイルの粘度を変えるとか。あとなんかオールシーズンみたいなやつがあるので。チェーンソーオイルはまあ変わったりしますね。あ、やっぱそうなんですね。冬はあんまりドロドロしてると回んなくなるっていうかですね。はいはいはい。やっぱそこでやっぱ変えるんですね、季節で。ちょっと。そうですね。はい。やっぱそういうのも春になってくると、出てくる作業というか。そうそうそう。そういったことになるんですね。すごいですね。いや季節とやっぱり一緒に生きるって大変ですからね。大変ですね。また新しく苗はしてるんですけど、また今後なんかいい情報がないとかであったらまた発信していこうと思うのでよろしくお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ひこりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。